突然ですが、皆さんは日本人と食事をしたとき、食べる前に何かを言うのを聞いたことはありますか？食べた後に言う言葉は聞いたことがありますか？今日は日本人が何かを食べる前と食べた後に必ず言う言葉について一緒に深掘りしていきましょう。改めましてこんにちは。日本語ティータイムの香りです。今日もお茶やコーヒーまたはお酒でも飲みながらのんびり聞いてもらえたら嬉しいです。はい、ということで早速今日のテーマの言葉、食べる前に言う言葉はいただきます。食べた後に言う言葉はごちそうさまでしたです。知ってるよという方も多いと思います。でもこの言葉の本当の意味や由来を知っている方は意外と少ないんじゃないかなと思って今日はそこを一緒に掘り下げていきたいと思います。まずいただきますという言葉から見ていきましょう。この言葉はいただくという動詞から来ているんですが、もともとの意味は頭の上に乗せるという動作なんだそうです。昔の日本では目上の人から大切なものをもらうとき、それを頭の上に高く掲げて敬意を表していたということらしいんです。その動作が言葉になってもらう、食べる、飲むの丁寧な言い方としていただきます、いただくが使われるようになったそうです。だからいただきますはただの食べますじゃなくて慎んで受け取りますという気持ちが込められた言葉なんですね。でも意味はそれだけじゃないんです。日本の文化では食べ物はただの食べ物じゃないという考え方があるようです。目の前の食事には命がある。お肉にもお魚にも野菜にも私たちが食べるためにその命をいただいているという考え方なんだそうです。いただきますにはその命への感謝の気持ちも込められているということなんですね。この考え方は仏教や神道の精神と深く結びついているんだそうです。すべての生き物には敬意を払うべきだという考え方ですね。そしてもう一つ、いただきますには食材を作ってくれた農家の方とか漁をしてくれた漁師の方、そして料理をしてくれた人への感謝も入っているということらしいんです。自然への感謝、命への感謝、人への感謝、それが全部この一言に詰まっている。それがいただきますなんですね。では次に食後のごちそうさまについてです。この言葉の由来も調べてみたらすごく興味深いので皆さんにシェアしますね。ごちそうさまの地層という部分、これはもともと走り回るという意味の言葉なんだそうです。馬が走るイメージということらしくて、昔大切なお客さんが来た時、最高のおもてなしをするために食材を求めて市場や農家あっちこっちを
走り回っていたということです。その奔走してくれたプロへの感謝がごちそうさまという言葉になったんですね。私のために走り回ってくれてありがとうございました。それがごちそうさまでしたの本当の意味なんだそうです。ここでちょっと余談なんですが、私相撲が大好きで、と言っても最近好きになったばかりなんですけど、皆さん相撲って知ってますか？お相撲さんです。相撲の世界にごっちゃんですという言葉があるんです。聞いたことありますか？これどういう意味だと思いますか？実はこれごちそうさまですが変化した言葉なんだそうです。相撲部屋では先輩力士や親方が食事をご馳走してくれることが多くて、そのお礼として使われるようになったみたいなんです。それだけじゃなくて、力士、お相撲さんはごちそうさまでしただけではなくて、いただきますもありがとうも全部ごっちゃんですって言うんだそうです。ちょっとこれは私も意外でした。食べ終わった時だけにごちそうさまでしたの代わりでごっちゃんですって言うのかなって思ってたんですけど、でも食べる前、いただきますの時もありがとうを言う時もお相撲さんはごっちゃんですって言うみたいなんですよね。これはお相撲さんに限った言葉なので、お相撲さんではない日本人は使うことはないですね。はい、じゃあ次にこのいただきますとごちそうさまでした。これは英語でなんて言うんだろうって思ったんです。で、一応近い表現はあるんですよね。例えば Let's eat とか Thank you for your meal とか。でもどうなんでしょう。やっぱりちょっとニュアンスが違うんですかね。Let's eat はシンプルにさあ食べようという呼びかけで、Thank you for the meal はシンプルなお礼。でもいただきますはもう少し静かな言葉な気がするんです。食べる前の一瞬立ち止まって目の前の食事がどこから来たのかを思う。命に、人に、自然に感謝する。そのための言葉であり時間なんだと思います。日本語にはこういう文化や感謝の気持ちが日常の言葉の中に自然に溶け込んでいるような気がしますね。はい、ということで今日はいただきますとごちそうさまでした。あとおまけにごっちゃんですについてお話ししました。次に食事の前にいただきます。食事の後にごちそうさまでした。皆さんもよかったら言ってみてください。皆さんの言語にも食事の前後に言う似たような言葉はありますか？もしあったらぜひコメント欄で教えてください。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次回ものんびりお話ししましょう。かおりでした。